こんにちは、JP コンサルタントです。今日も、私の趣味に付き合ってください。今日は、結構動画上がってるようなんですけども、双子座流星群の、12月23日の、夜から朝にかけて撮った動画の中から、流星群が比較的映ってる部分を、今回アップさせていただこうと思ってます。今回の、カメラのポジション向きなんですけども、今回は双子座に、カメラを向けて撮影を開始し、その後カメラの向きを変えずにどんどん撮っていくっていう風な感じで撮影しています。双子座は、オリオン座の一番明るい星ベテルギウスの左の方にあります。子犬座のプロキオンがベテルギウスから見たらば東の方にあるので、明るいプロキオンとベテルギウスを基準にして、その上の方、上を見上げる方向に頭を向けると、そうすると双子座があります。特にプロキオンから上を見上げて明るい星がポルクス、その上にちょっと暗い星があるのがカストルだと僕は思っています。間違ってたらごめんなさい。ついでに、双子座の他の星でこういう名前の星なんじゃないかなと思ってるのが、この映像で見るとポルクスとカルストルの、右側オリオン座との間に4つ特徴的な星があるんですけども、これがおそらくアルフェナとかテジャトポリテリオルとかプロプスとかメブスタなんじゃないかなと思ってます。この、カメラの映像を見て分かる通り、撮影した日は曇りでした。薄い曇りというか、結構雲が覆ってたんで、雲を透かして星空を見上げるような感じです。流星群を見えるのかと私も思ってたんですけども、実はこの曇ってる間に撮った方がたくさん流れ星が流れていました。それでは、動画をお楽しみください。今映しているのが、撮影開始した直後ぐらいですね。雲が右から左に向かって流れていっているのがお分かりになるでしょうか。双子座はこの画面でいくと、左の上の方になります。この曇ってる状態の映像はだいたい8分から10分ぐらい流そうかと思っているんですけども、だいたい1分に1個以上星が流れるような感じになっています。結構たくさん流れましたよね、そういう意味では。
ネットでは僕と同じような住宅街の人たちが10個とか見えたとか9個見えたとか、まあいろんな話をしていて、結構住宅街でも今回の双子座流星群見えたんだなと思います。今流れましたね、ちょっと。で会社の同僚に話を聞いても、3つぐらい、20分で3つぐらい見たかなとかって言ってたんで、結構肉眼で空を見上げてて、見えたんだと思います。皆さんは今年の双子座流星群、実際肉眼で見るチャンスあったでしょうか？あったらば嬉しいし、なかったらば、この動画で、少しでもこんな風に流れたんだというのを見ていただければなと思うんですけども、今は結構曇ってるんです。この映像のタイミングでは結構曇ってたんですけども、1、2時間ぐらいして結構雲がなくなってきたんで、後半はその雲がなくなった後の映像を流したいと思っています。最初のところでちょこちょこって流れ星出たのをちょっと見落としている方々、これからあと2、3分の間にまたいくつか流れます。今流れましたね、1個。
また流れましたね。曇ってる方がよく見えたのはなんでなんですかね。水蒸気に照らされて、まあ大きく目立つように見えたってことなんでしょうかね。ちょっとそこら辺が不思議に思ってます。それではそろそろ、晴れた後の、映像に移りたいと思います。私の手が映っちゃってますね。多分ピント合わせしようとしてたんだと思います。ちょっとピントがずれてるような気がしたんで。先ほどの曇ってる時に比べてかなりたくさん星が映ってまして、ちょっと今ちらっと流れましたかね。星が1、2、3、4、5、6、7、8、9と11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55個ぐらい映ってますかね。マジかよって感じですよね。そんなにたくさん映るなんて。さてちょっと飛ばします。今ちょっとでかいのが映った気がしたんでどうしようかな。いいか。ここから10分ぐらいまたお見せしたいと思います。でもさっきちょっとたくさん大きく流れたような気がしたんで、でも飛行機かな、どうなんだろうな。後で戻って皆さんに見せたいような、どうせ見てみたらばって感じだろうからちょっとっていう気もするんですけど、どうですかね。
この映像でもこれから今再生している10分ぐらいの間に、やっぱし56個は流れるのが皆さん気がつかれるんじゃないかと思っています。赤いぶっといもの、なんかこう線香花火みたいな流れ方をするものから、ノイズかって思われるような白い細い線がピュッて流れるのとか、いろんなタイプの流れ方してるんで、それがまた面白いですよね。生まれてこの方、流れ星なんてほとんど見たことがなかったのに、ここ数ヶ月で一生分の流れ星を見たような感じがしますね。流れましたね。もっと正確に僕もピントを合わせることができたらば、もうちょっとこう星が綺麗に見えるのかもしれないんですけどね。ちょっとファインダーを覗きながらこう調整してるんですけども、なかなか難しい感じです。それでもこうやって眺めると、まあ思っていたよりもたくさん星が映ってたりとか、まあ出て、やっぱり心がウキウキしますよね。ちなみによく星空の映像で
実施されている明暗合成とか、なんかいろんな加工は僕はやってません。この動画を見始めた、見てる人は、最初の頃トライしている様子がちょっと伺えたんじゃないかなと思うんですけども、やっぱしこの自然な空を見たいなっていうか、自然に空に近い状態で見たいというのがあるんで、未加工で撮って未加工でアップさせていただいています。センスがないんですかね。やっぱりちょっと加工しようとするとなんかすごい僕がやると不自然になっちゃうんですよね。また流れましたね。これ見てる方は僕の声やっぱりちょっと出たとかなんか言ってるとちょっとノイズーな感じでなってますかね。そういう方々は音を消して自分の好きな曲を流しながらこうのんびりと映像を楽しんでもらえたらばいいと思います。また大きく流れましたね。
それではちょっと動画も長くなってきたことですし、そろそろ、今回の、双子座流星群の動画を終わらせていただきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ちょうど終わる話をしている時に流れ星も流れてくれて、最後の締めとしてはとても良かったんじゃないかなと思います。流れ星さんありがとう。それではまた次の動画でお会いできたらと思います。それでは失礼いたします。